うわ。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。11時にアラートがパンパンなりましたね。今日は、きっとブル相場になってるのではないかなと思っております。また、今日のね、10時半からのアメリカの相場ね、見てこうかなと思っております。はい。それじゃあね、最初にまたいつもの通りちょっと教育の話なんですけど、どうも、しめじいさん、よろしくお願いします。はい。今ね、ちょっとアラートがチンチンになってたので、今日、ブル相場、多いですね。また、ちょっと見ていきたいと思いますね。今日最初また教育の話なんですけども、この、実はちょっと今話題になってるっていうのは、僕の周りでも実は今学校の先生、大学生から、教員採用試験を受けて、1次通って、2次、ね、2次受かって、何人かね、来年4月に小学校、中学校の教員になろうとしている。七子ゴンベイ。七子ゴンベイさんどうも。早いですね。よろしくお願いします。はい。で、教員になろうとしてる子が何人かいるんですね。で、ちょっと実は今、ひたひたと、この学校の先生の働き方改革ということで、もう今は古いですけど、これね、何の動画かというと、福井テレビが作った、ナレーションがね、なんだっけ、この子、有名な子ですよね。七子ゴンベイ。あ、クイズに参加したくて。お花さんどうも。どうも。よろしくお願いします。そうですね、クイズ、はい。ほんと早いうちにやった方がいいですかね。また教えてくださいね。全然、もう眠くなって後半嫌だって言ったらあれだし、土曜日は、サラさんが結構遅くに来るもんで、遅めにやってますけど、クイズもう用意してありますので、いつぐらいがいいやって言うと教えてくだされば全然早めにやりますのでね。はい、お願いします。それで、この生殖のことについて、そう、生殖っていうのが、このナレーションが姿まさきでいいのかな。有名な子ですよね。この子が言ってるんですけども、この生殖の行方ということで、今問題とされていることがちょっとあるので、ちょっと1分ちょっとなんで、ちょっと聞いてください。このナレーションを。なぜ、超過勤務の証明が難しかったのか。学校が教員の勤務時間を管理していなかったのです。なぜ、労働時間を管理していなかったのか。それは、一つの法律があるからです。この給特法。給特法ですね。はい。教員の職務の特殊性という理由で、毎月手当として基本給の 4% を払う代わりに、時間外手当は支給しないというものです。なぜこうした法律ができたのか。もうこの法律がどうも50年以上前の法律らしいですね。はい。半世紀前の法律がもたらした教員たちの悲鳴が全国の現場から上がっています。はい。ということで、1分ぐらいの話なんですけど、今の問題とされていることが、実はこの特給法っていう、会社で言うとですね、なんか営業手当的な感じですね。残業代という形で出さずに、営業職の方とか、いる方もいると思うんですけど、営業手当みたいな形でもらって、で、勤務時間外で、なんていうのかな。働く場合、その手当でもうやってしまうと。だから、何時間、例えば学校で、6時ぐらいに、例えば終わったとしても、それ以降の、
時間の勤務っていうのは、お手当がつくということで、働き改革をこれ今ね、言われてる中で、この特急法っていうのがすごく問題になっております。まあ、公務員の中で、教員もまた特殊なんですね。で、ちょっとこの、ドキュメンタリーのところで一応、この間、この特急法についての、お話があって、まあ皆さんもチラチラと聞いてるかもしれないですけど、学校の先生がそのブラックな職場であるっていうことはもうご存知かと思うんですけど、それが一番のネックがこの特急法だということになります。はい。で、だいたいね、残業がね、今学校の先生ね、ここに書いたんですけど、平均月に80時間くらい。まあちょっと容量のこともあると思うんですけど、容量の悪い先生っておかしいですけど、じっくりやる方とかは、やっぱ残業で100時間オーバーって言うと、100時間オーバーってね、8時間プラス100だから、1日20、だいたい学校の先生ってあれですよね。8時前に来て、帰りも8時から9時ですよね。まあ、12時間くらいですよね。1日だいたい12時間ぐらいかなってイメージはあります。部活やってる人とかもいますよね。うん。だから高校だと学校が閉まるのが、一番遅くて7時なんですよ。そうすると、高校の先生は、例えば早く帰る人もいるかもしれない。中学とかは、なかなかその早く帰れないですね。はい。まあそういうことでうつ病になる、まあ先生も増えてきて、やっぱ多岐にわたってるので、結構特に小学校の先生はね、なりたがらないですね。倍率、僕らが知っているその教員採用試験の倍率っていうのが約だいたい3倍。うん。で、都心部だと、埼玉あたりだともう 1. 何倍とかいう話もちらほらと聞いています。で、今ちょうどね、段階の世代って言って、学校の先生で50代、僕よりちょっと上の人たちが多いらしいですね。今どんどん辞めてってるので、50代後半の人たちがこう、まあ、定年ということで辞めている方が出てきて、新しい人を入れていくんだけど、新しい人たちも、ちょっと、教育学部の子もどうかなっていうことになりたがらない人が多いと。うん。どうもこの給料の問題があるということになってます。はい。ちょっとね、ここをね、僕はちょっと身近だったのでお話ししたくて、まあ、民間企業の方が少し前にこう残業、労働組合とか残業のことについてね、いろいろこう話したりとか、まあ、働き方改革ってどちらかというと民間の方が先にいろいろやるじゃないですか。で、公務員とかってそういうことって遅いんですよね。で、いつしか学校の先生とかも、事務処理とかも、まあ、あとあれですね、その、事務処理も多いんですよね。で、事務処理が多い割になかなかこう、なんていうのかな、企業みたいにオンラインとか、なんて言ってるんですよ。こう、例えばその、クラウドサービスとか使ったりとか、その、文章をいろいろ共有できたりとか、例えば僕らが今日アンケートを生徒たちに配ったんですけど、これも、紙ベースであったりとかが多いんですよ。で、僕らはまあ、学習支援っていうところは紙ベースじゃなくっても、みんな携帯持ってるから携帯でアンケート答えてねってことで QR コードを読み取って、で、QR コードからこうアンケートのフォーマットをこうね、入力していくと。それで集計していくということなんですね。あ、川端さん、どうも。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あ、そうそう、また後で話しますね。本の話もしたいと思います。はい。それで、今はそういうデジタル化が進んでいて、民間とかはそうなんですけど、こう、学校教育ってすごくそのインフラじゃないけど、こう、整ってないんですよ。特に公立は。だって、やっと、タブレットがちらほらと中学校で配布されてるってそんなレベルですよ。だから先生たちの事務処理ってもうバカならなくってね、多いですよ。
まあ、パソコンでワードかなんかエクセルパチ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 打ってるわけです。うん。本当にそういうフォーマットがないっていうかね。うん。そういうのもあります。うん。まあ、子供たちのためにっていうことでどんどん増えてきて、残業代もつかないから優先順位もできないという風になってます。で、部活動についてもすごくね、問題です。やりたい先生もいるんですよ。気分転換になるとか言って。ただ、やりたくない先生も絶対いるんですよね。はい。だって、転勤して行ってみたら吹奏楽部で部活の先生になりましたって言って、吹奏楽やったことないのに部活の先生になったりとかするわけですよ。これってもうストレスしかないじゃないですか。やりたいものだったらいいですよ。はい。まあ、中にはなんかこう強い学校で、なんて言うんです？吹奏楽のスペシャリストみたいな先生がいて、そうすると、そこでこう、なんとか市でずっとこう転勤して回ってるっていう、なんか部活が強いからっていうことで、そういう風に転勤してる方もいるんですが、でもそういう先生だけじゃないじゃないですか。だからやりたくない部活だってあるかもしれない。選べないんですよね。うん。ということで、まあ自然と、まあ残業が多くなってきたり。あと、まあ、小学校英語であったりとか、高校の家庭科であったりとか、カリキュラムが変わるじゃないですか。で、それについての勉強する時間がなかったりとかすると、いろんなことに、先生たちがやってしまっていて、その教務とかを、やっぱりもう研究できないというか、もう経験だけでやっちゃってるから、こう、ね、宿題も出さなきゃいけないとか、いや別に出さなくてもいいなと思ったりもするんですけど、そういったこともあって、この負のスパイラルというか、先生一人一人のスキルも上がらないし、働くのは長いし、雑務は多いしっていう。で、働く。でも残業代が出ないしという負のスパイラルですね。そういうことが起こっているということですね。はい。で、少しずつこの特級法っていうのの改革はしていくようですね。はい。まあ、本も出てるみたいですね。僕本当にこれ強く訴えたいですね。学校の先生がかわいそうでならない。で、大学生の先生がこれから新しく、公務員っていうかね、学校の先生になって、生徒たちをこう教えていこうっていう時に、だんだんやっていくと、こう周りの影響でもう先生なんかブラックじゃん、やめなとかいう話が出るわけですよ。そうすると、もう、これから先生になる人も、はーってなんかこう、なんていうかな、こう、モチベーションが下がってしまうんですよね。まあ、そうならないように、ぜひね、こういった改革、少しでもこう、残業代とかそういったことをね、とか、先生の負担が減るようなね、教育、私たちもこう、応援していきたいなって思っている次第であります。はい。すいません。今日は最初こんな話で。それではですね、そうそう、川端さん本の話、ちょっとだけ。これ。同志少女よ敵を撃て。あとね、これ前に紹介したオーディブルですね。今ね、16時間読みました。なんか、17時間あるんですよ、これ。で、ちょこちょこ読んでって、もうね、最終、今ね、ちょうど主人公の彼女が、川端っち、長い。でもね、引き込まれますよ、やっぱり。今ね、ちょうど、ドイツのちょうど最初の村で狙撃していた狙撃手と、こう、出くわしたとこ、捕虜に捕まって出くわして、最後、その人と喋って、今ちょうどね、なんかこの主人公がね、捕虜になって捕まって、さあどうなるかっていう、残り1時間半なので、さあどうなるんでしょうねっていう感じですね。もう結構、同志のこう、スナイパーは何人か亡くなって、ママも今、亡くなりそうな状態っていうかね。はい。本当にね、いろんな立場、こう、ソ連軍、ナチスドイツ
でいろんなそういう戦争の時の立場で、この主人公のその同志少女っていうことで、スナイパーの女の子なんですよね。この男女差別だとか、そういうね、こととか、いろんな立場で、世界観が見えるっていうのはね、楽しいですね。引き込まれますね。はい。もう少しで、完結できそうです。はい。多分今日の夜これで終わってから読んで終わるんじゃないかなと思ってます。はい。ありがとうございます。またなんかね、川端さんとかも教えてくださると嬉しいなと思います。あとはもうラインナップ僕、一応本屋さんとか行ったりとかして、今、こういう感じで、お気に入りに入れてます。本屋さん行って眺めると、当然このオーディブルにないものとかもあったりするので、一応、オーディブルにあってこれいいかなと思うものをちょっとピックアップしてます。あ、このね、あなたの人生片付けますってこの人、これもね、ちょっと、この方かな、滝谷さんっていう、著者。この方の違う、なんかね、統一教会の子供かな、なんか、こういう子供に生まれましたみたいな本がありました。いや、この人ちょっと、面白いかなと思って、その、統一教会の子供の本は、オーディブルに入ってなかったもんですから、僕が別のもので、このあなたの人生片付けますっていうのを入れてみました。あとはまあ、中高年のちょっとハウトゥーものとかね。はい。あと教育本とか。あとちょっとこれ僕、夜遊びって音楽の彼女が好きだったので、大正ロマンっていう歌が好きだったので、ちょっと原作読もうかなとか、こんな感じで過ごしてます。今、こんな感じですね。はい。で、ダウンロードするとこれ、なんていうのかな、容量が増えちゃうので、読んだやつはもう消してこうかなと思って、まあ、この同志少女も一応、終わったら削除してこうかななんて思っております。大体ね、この同志少女はね、多分、特に長いので、多分、1週間かかったかな。他のものはね、多分もしかしたら、1日2日で読めちゃうかもしれないですね。隙間で、オーディオで聞くのでね、さらーっと聞けますけど、面白いですね。はい。はい。またなんか、本とかいいものとかあったら、ぜひね、教えてくださいね。ちょこちょこ僕も今読んでるものどれだとか、また紹介していきたいと思います。あ、今ちょっとストリーミングが滑らかでないって出てるな。大丈夫かな？ちょっと今、もしかしたら、はい。YouTube が遅いかもしれません。それではですね、今日の特集なんですけど、家賃のこと。実はこの間家賃のことについて、土曜日のライブでサラさんが、ちょっと不動産関係がアメリカがね、崩壊しつつあるよっていう話が出た。で、日本でもちょっとちらほら中高年の、家賃滞納が増えてきてるっていう記事があったもんですから、そこについて、まあ、一緒に勉強していきたいなと思って特集を組みました。はい。それではですね、クイズもどうしましょう？七種のゴンベイさん、最後だと嫌です。もうクイズやった方がいいです。一応、ちょっとまた言ってくださいね。早めにやるとやりますので。じゃあ先に今日の相場の方をさらっと見ていって、で、いきたいなと思います。はい。じゃあ今日ですけども、まず FX の方から見ていきましょう。さあ、ドル円が 149.7 ということで、一時期 149.8 ぐらいまでいけましたね。あ、早めにお願いします。じゃあ、この相場終わったら、早めにクイズやりますね。わかりました、わかりました。じゃあ、ここの分析終わったらやりますね。はい。149のもう7と8っていうあたりに来ております。はい。ユーロ円の方も高いですね。今やっぱり円安っていうよりもなんかドル高の方が強いなっていう、全体で見るとね、思いますね。みんな上がってきてますね。はい。ポンドも上がりますね。はい。ニュージードルも上がってますね。はい。という状態です。それでは日経の方、アジアの方を見ていきましょう。
今日の日経の方は27,000、まあ、ジャストあたりです。ただ、CFD は、日経3時で終わり、今3時半かで終わってますけど、CFD はね、ちょっと、アメリカ市場に合わせてか、27,280まで来てますね。ちょっと上がってきてますね。はい。という状態です。じゃあアメリカ見てみましょう。あれ今一瞬で変なのなった。あれ読み込め、もう、ちょっとトラブルが出てる。ちょっとごめんなさいね。読み込みエラーが出てるぞ。あれネットが壊れた？何これ？聞こえてます皆さん。読み込みエラーが出てるこれ。うわ！ネットが、あれ？違うな、これ。ちょっと他の見ますね。あれ？なぜ？ちょっと待って。いいですか？あれ？なんでこれおかしくなっちゃったんだ？世界の市況がおかしくなったのか。ダメですね。他のサイトは？動いてるね、これ。チャートは。もう、じゃあ、すいません。ちょっと今、これがおかしくなってるので、世界の市況がちょっとクラッシュしてるので、こちらの方でパッパーっと見ていきますね。ナスダックが上がってますね。1時間足で今見てます。ちょっと面白い位置ですね。今日1時間でかなり陽線つけてますね。レンジブレイクしてますね。はい。11,290、1.5% 上がってます。1時間でですね、今。SP500、1% 上がってますね。はい。ダウジョーンズ、1% 上が、この1時間足のダウジョーンズは面白いとこいますね、今。はい。ブレイクするかどうかっていうところ、ね、つけてます。はい。インドのニフティ見ますね。インドはインドも今日良かったですね。17,500 ですね。いいですね。はい。中国、上海50行きます。中国も今日は上海50今は上がっていってます。はい。1時間足で上がっていってます。香港行きます。香港も、もうみんな世界的に今日いいですね。はい。アメリカの影響なのか、アメリカ市場と一緒にみんな今、陽線つけてます。イギリス行きます。UK100。UK100 はレンジの中にいます。1時間足で。はい。まだ6,950というラインです。ユーロ。ユーロはちょっといいですね。いいっていうか、レンジの高いところ。この位置ですね。3,490。久々ユーロストック3,500近く行くかもですね。久しぶりですね、これ。はい。で、どうしよう。こっちでオイルとか見ちゃいますか。もう、コモディティ行きます。ニューヨーク原油が 86.6。これもレンジからブレイクしそう。原油はちょっと今ブレイクするかどうかのとこに来てます。はい。高値をつけようかどうかですね。ゴールド行きます。ゴールドも今日上がってますね。1時間足で今、すごい陽線つけてます。1640ですね。はい。シルバー。すごっ。1時間足のシルバーめちゃくちゃいいですね。ただ、レンジが 18.8、今、18.9 ですけども、この位置。はい。つけてますね。今ちょうど高値に超えようかどうかっていう位置にいます。みんな今レンジブレイクしそうかどうかになってますね。天然ガス。下がってます。はい。天然ガスはもう 5.3 まで来ましたね。
かなり低いですね、ここ。かなり低い、これ。すごいですね。金曜日から1週間でドーッと下がってますね、ずーっと。はい。ソフトコモディティ、コーンです。コーンは、今 6.9 ということで、下落トレンドの中の今、レンジ。まだレンジにいます。はい。ラスト。なんだっけ。大豆。大豆は、ちょっとですね、ダブルボトムっぽい動きをしてますね。一時監視なので、まあ、長期で見れば、まだ下落トレンドだと思うんですけど、ちょっといいですか？日足に変えました。そうですね。日足で見ると、まだ、下落トレンドの中にいると思います。高値を、上抜いてないので。はい。ここですね。1626を上抜かないと高値と言わないので。ということで、まあ、下落トレンドの今レンジという風に考えてもらえばいいかなと思います。まあ、コモディティがね、下落トレンドになるということは、アメリカのインフレに対してもいい影響になると思いますけど、今ちょっと短期では上がってますね。ということで、ちょっと、こちらの方で紹介しました。じゃあ、SP500 だけさらっといきますね。今日1時間、どうなってるか。はい。あ、これ出ましたね。やっぱり、あれだな。世界の市況がダメだったんですね。今日は、これ、後でやります決算始まりましたよね。昨日ですかね、ネットフリックスとか結構上がってましたよね。で、今回、すいません、まあ、アメリカの株の決算については、ちょっと長官太郎くんの方に、お許しいただいたので、長官太郎くんのやつをちょっと紹介していこうかなと思ってます。まあ、しめじさんとか長官太郎くん見てるようだったら被っちゃうかもしれないですけど、一応前に長官太郎くんにちょっと、今回僕決算分析するのやめるのでって言ってちょっと動画の方を紹介させてくださいってことで、またちょっと見せたいなと思います。多分これテスラは決算でこんだけなんかあったんですね。5.52 下がってます。逆に、NVIDIA が 5% 上がってますので、半導体みんないいです。大型株もみんなグリーンです。大型株がグリーンなので、今日プラスに転じてると思います。逆に大型株がプラスで来てるんですが、日曜消費財があんまり良くないという状態。エネルギーはちょっとプラス。ヘルスケアはプラマイゼロですね。それからフィンテック、銀行はプラスになってます。主だったところはこんな感じですね。はい。じゃあ、先にね、クイズの方じゃあ行きたいと思います。お待たせしました。じゃあですね、今日はですね、こちらですね。売買高の、ちょっと僕も本持ってきますね。7番。いろいろな、上昇のいろいろなパターン。というのと、8番。売るべきは利益が出ている株、損している株という2つの、ことについてやっていきたいなと思います。はい。それでは、まず、問い7を出していきたいと思います。見えますかね？大丈夫ですかね？はい。じゃあ行ってきますね。問い7。上昇のいろいろなパターンとあります。A、B、C 社。買うならどれっていうことで。チャート見せますね。見えますか？ A 社のチャートがここにあります。B 社のチャートがあります。C 社のチャートがあります。で、横軸が月。縦軸が、株価。で、また、いつものように、売買高が棒グラフになってまして、これ多分、日足ベースで考えてくださいね。日足ですね。で、株価がこうなってると。A 社が、ここから2月からポーンと上がって。B 社が、1月の中旬からずーっと上がってきてる。C 社が、1月の中旬から
ちょっとこうレンジに入ってって、一回上がって、ちょっと停滞して、もう一回上がってということですね。はい。さあ、まずちょっとヒントを言いながら考えてみてください。A 社、B 社、C 社、買うならどれでしょうか？ちょっとその間に皆さん考えてるので、あれ？ライブが大丈夫ですかこれ？今ちょうど今こっちが切れてましたけど。あれ？なんでこれ。すいません。ちょっと待ってくださいね。本当ですか？僕の方がダメになってんのか。じゃあ、いいですかね。僕の方、もしかしたら音声がダメになってるかもしれないですけど、すいません。なんか僕の方の画面の方が、ちょっとエラーが出てたので、すいませんね、なんか。なんだこりゃ。じゃあ、行ってきますね。もしかしたら、音声は出てこないかもしれないですけど。はい。ポイント。たくさんのチャートを一気にチェックするコツということでやります。皆さんはちょっと A、B、C 社で考えてみてくださいね。私は、これ、C 社ですね。ファンドマネージャー時代、毎週土日に新しいチャートブック、週足集を開いて、東証一部の全銘柄のチャートを見ていましたと。大量の、銘柄を見るので、1銘柄に数秒しかかけず、さっさっと投資判断を下します。買い、中立、売りの3段階評価です。会社名、世間の評判や業績は一切考慮せず、株価と売上、売買高だけで判断しますと。A 社、B 社、C 社のチャートで私の、付け方で丸がつくのは一つだけ。こういうチャートを見つけたら月曜日に少し買ってみます。というポイントが書いてあります。さあ、いかがですかね？ A 社、B 社、C 社で何か理由がもしあったらそれであると嬉しいですけど、適当でも全然構わないので、教えてください。どうでしょう？この間にちょっとこれ、なんでしょうね。皆さんのやつが。なんとなく A。全然そうでいいでと思います。はい。C 社。はい。取引高で C 買い A は実績ないのでスルー。なるほど。はい。どうでしょうか？あとはどうですか？A 社と、そうですね。僕も、買うなら、今この時点で買うならですもんね。ここの時点ですもんね。難しいな。そうですね。C かな。出ましたね、皆さん。はい。C が多そうですね。はい。僕も A か C かですね。では、早速、じゃあ答えを見ていきましょう。いきます。はい。読んできますね。買うのは A 社。
という風な答えになってます。と読みますね。あ、それじゃあこれチャートを見せますわ。僕が解説を読んできますね。これ B 社と C 社が、A 社書いてないね。これ B 社と C 社の買いのとこ書いてあります。ちょっと解説読みます。急騰の初動をつけという風に書いてあります。私が最も信頼している買いシグナルは、急騰の初動です。おそらく、売買高が少なく値動きが乏しかった銘柄で、突然、売買が急増して、急騰したところが、最も、信頼できる買い場ですと。A 社はその状態です。B 社も C 社も急騰の初動、売買高が急増したところまで来たところで買えば絶好の買い場でした。でも今となっては少し遅いですと。B 社は売買高が減ってますね、ここが。減って、人気がちょっとなくなってきていると。C 社は人気が過熱。これね。はい。短期的な上昇率が高すぎて、高値警戒感が出るところです。という回答になっております。はい。よろしいでしょうか。それでは、次の方早速いきますね。はい。じゃあ、問い8。ね。売るべきは、利益が出る株？損している株？という問題です。ちょっとじゃあ、チャートの方いきますね。はい。D 社と E 社。これ見えますよね？大丈夫ですかね？はい。D 社と E 社、どちらも1300円の時に100株買って保有していたところ、以下のような値動きとなりました。今、急に資金が必要で、どちらか一つを売却しなければならなくなりました。売らなきゃいけないと。ここで売るなら D 社か E 社か。2択ですね。ちょっと考えてみてください。それではその間ヒントをちょっとお話ししたいと思います。ちょっと画面の方でも見えると思いますけどね。はい。損切りが先か利確が先かという問題です。そうですね。特にこ注意してくださいね。今の位置ね。今の位置のここね。はい。買ってる位置も書いてありますね。D 社と E 社が。はい。どちらも1年前、株価が1000円の時に何らかしらの好材料で売買高を増加させながら株価が急騰しました。ただし、その材料も今や株価に織り込み済み。株価1400円の近くで売買高が減り、値動きが乏しくなってたところ、突然、売買高が急増。D 社は急落。E 社は急騰しています。D 社は株価が、もう1票。D に1票。D 社は株価が1250まで下がっているので、ここで売れば損切りです。E 社は株価が1450まで上がっているので、ここで売れば利確です。ということになってます。ここで売るなら D、E どっちですね。はい。D が多いですね。D が多いですね。D 社。E は上がりそうでもったいない。なるほどね。はい。どうですか？ゴンベイさんは D、E どちらいきますか？ E でいきましたね。はい。今日これでいいかな？はい。聞いてる方もいると思うんですけどね。
もうこれで言っていきたいと思います。答えいきます。はい。売るのは D 社とかあります。ちょっと解説読んできますね。これちょっとこれ D って見てくださいね。またチャート見てくださいね。売るのは D 社。はい。売買高を伴う急落は強い売りシグナルですと。言います。売買高は人気のバロメーター。売買高増加は人気上昇を示す。と、前に述べました。ただし、それには例外があります。D 社がその例外です。高値圏で売買高の増加と同時に株価が急落している D 社の投資判断は売りです。何らかの悪材料を掴んだ投資家が大慌てで売ってきていると考えられるからです。その後、その悪材料が広く知れ渡れば、売りに回る投資家が増えてくると予想されます。E 社は、売買高の増加が人気上昇を示しています。これですね。はい。何らかの好材料が出て、投資家が大急ぎで買っていると考えられます。株価が高値を抜けており、ここから一段高になることが期待できます。という話ですね。ここのクイズはこれぐらいなんですけど、またちょっとなんかエピソードがあるのでちょっと読みますね。お金を増やせる投資家と増やせない投資家の違いっていうことが書いて、こっちでも書いてあるかな。ちょっとこれ読みますね。はい。個人投資家の多くが一番直さなきゃいけない悪い癖は、上に上がるとすぐ売りたくなる。下がると売れなくなる。ということです。資金が必要になったとき、株価が上がっている E 社を売り、下がっている D 社を残す人が多いということです。結果として、好材料の出た銘柄を売り、悪材料の出た株を持ち続けることになります。悪材料が出て急落している株は、たとえ損切りであっても売るべきです。買い値まで戻ってきたら売ろうという考えを持つべきではありません。ということが書いてあります。はい。よろしかったでしょうか。そんな感じで、今日ね、2台ほどね、やらさせていただいたんですけど、ゴンベイさん今日ね、最後ね、あれを話そうと思って、実は土曜日に、新しい試みをしようと思っていて、これだけお伝えしますね。お金、大善。あれ？インターネットが。マジでこれどういうこと？インターネットがダメって書いてあるぞ。あれ？大丈夫ですかこれ。大丈夫なのかな？ネット繋がってるのかなこれ。ちょっと、検索出なかったですよ。すげえ不安。あれ？すいません。じゃあ口頭って言いますね。なんだこれ。大丈夫かな？もう、やばいぞ。この用意したやつはいけるのかな？はい。ちょっと待って、これ、本。トラブルですね。これ見えます？これ見えますかね？これも通じてるのが大丈夫かな？これなんですけど、実は、本屋さんに行って、すごくこのわかりやすい、お金大全100ってことで、1日1分で、いろんなお金について、保険のこと、
イデコのこと、それから積み立て NISA のこと、ふるさと納税のこと、貯金のこと、お金の増やし方。まあ、なんていうかな、お金全般についてのお話っていうのを、これから、ちょっと皆さんにわかりやすく紹介していこうかなって思っています。はい。本当に幅広いです。まあ、なんでこれをやろうかとしたかというと、やっぱり僕もテクニカルの勉強だけじゃなくて、ちゃんとこういうお金の勉強を、まあ、授業みたいな形じゃないですけど、一緒にね、皆さんで、この一冊、結構分厚いんですけど、学んでいけたらなっていうことで、この、今のね、株トレと同じように、少しずつテーマを持って、ね、税金のこととか、まあ、もう分かってることも多いと思うんですけどね、まあ、節約のこととかね、そういったことをね、話していきたいなと思っております。また、土曜日からね、少しこれやっていきたいなと思うのでね、ぜひね、株トレと同じように参加してもらいたいなと思います。はい。すいません。なんかちょっとインターネットこれ大丈夫ですかこれ、マジで。繋がってんのかな本当に。はい。じゃあ、最後特集の方行きたいと思います。まずですね、この記事からお話ししたいと思います。特集なんですけど、ヤフーニュースで、この間あったお話で、この日曜日ですね。年収1000万だった元エリート高齢者ももう払えない。日本の、家賃、愛の恐ろしい実態ということで、実は最近ひたひたと段階の世代超えた年金をもらっている人たちが、家賃が払えなくなってきているっていうお話ですね。はい。ちょっとここら辺読んでいきますね。はい。引っ越したいという思いはあるので、高齢者の賃貸審査は厳しい。そうですね。働いてないからですね。1970年、日本は高齢化率 14% を迎え、高齢化社会を迎えました。2007年には高齢化率が 21% を超えて超高齢化社会を突入という。まあ、翌年には、人口減少が始まり、高齢化はさらに加速していったと。で2020年、高齢化は 29.1。2025年は 30%。2040年は 35.3 ということで、2065年は 38.4 に達すると言われていると。まあ、これは承知のことかなと思います。で、ちょっとここら辺が、あるんですけども、老後の生活費対策の他にも、事前に考えていく必要がありますと。それが、住まいの問題。大きく持ち家と賃貸と2つに分かれていますが、対策があるのはどうも賃貸だと。年を重ねるごとに、審査が厳しくなることが多くて、生活費が苦しいから家賃の安いところに引っ越さなければならない。ありますよね。はい。はい。ライブありがとうございます。はい。ちょっと音声が聞こえないので、大丈夫かなと思ったら、よかったです。一応ね、1個 Wi-Fi の方は見れてるので、なんとかできてるかなと思いますけど、もう今用意しといてよかったです。なんか Google が使えなかったりするってビビりますね。はい。はい。今住んでいるところを取り壊し、引っ越さなければならないけども、住むところが見つからないといった事態に陥りますということですね。はい。次のページいけるから、いけない。うわ。戻れない、しかも。これ一回やっちゃうとダメなんですね。すご。ということで、実際今起こりうる高齢者の家賃トラブルっていうのが、どういうものがあるのかなっていうのをちょっと YouTube で出したいなと思います。これも見れるのかな？すいませんね。これ、法律事務所の、漫画ですね。エール少額短期保険株式会社ということで、今、家賃とかでもそうですよね、保証協会みたいなのがついてて、督促、大家さんが督促するより、こういう間に入って家賃を払う人、で、そう督促を出す人っていうのがいますよね。
まあそこの、YouTube になるんですけども。聞こえるかな？いますね。あ、これ大丈夫そうですね。大家さん、お世話になっています。こんにちは。どうですか？困ったことは？いいえ、おかげさまで。よかっびっくりだわた。ずっと住んでくれていて、こっちも助かっているから、何かあったらすぐに言ってね。何事も縁だ。住む場所、勤め先、人間関係、いろんなものが縁だと俺は思っている。この素晴らしい土地にアパートを構えて、大家をしているのも、いろんな縁があったからだ。入居したいという方がいましたので、早速、書類をお送りしますね。そうですか。はい。いつ皆さんはものようにお願いしますね。3ヶ賃月前、貸ですか？大学を卒業した女のあれで子が、すけどこのアパートを出ていた。持ち家ですか？挨拶をすれば、しっかりちなみにと返してくれる子僕はで、いい縁だなと思っていた。就職先が決まったようで、会社に近い家に引っ越すらしい。今家賃がに来てくれる人もそんなに素敵な人だといいな。逆に大丈夫よ。あそこに住む人はみんないい人ばかりだったじゃないの。借りれたんですけど、心配はしていないよ。やっぱお金が楽しみで仕方なくてそんなさ。話俺は新しい入居者さんがどんな人なのか楽しみにしていた。ああ、しめじさん持ち家なんですね。あなたが土地岡さんですか？ああ、そうっすね。随分派手な青年だな。私はここの大家の森口って言います。向かいに住んでいるので何か困ったことが。入っていいですか？ごめんね。こういう入居者さんは初めてだった。少々驚いた俺だったが、世の中にはいろんな人がいる。見た目で判断するのは良くないな。これも縁なのだから大事にしないと。だから深く考えないことにした。まさかこの青年とあんなトラブルになるなんて、この時は思いもしなかったから。3ヶ月後、困ったな。実家に帰ろうかなと思ったりとかいろいろする人って、ずっと支払われていないんだよ。本当に月末までの約束で50になった時忘れているんだろうと思って、まあ親1週間待のってみたん影響あだけどりますよね。まだでね。困ったわね。ちょっと声をかけてみようかな。そうね。花さん他の入居者さんたちにも示しがつきませんああ、から。もうマンションそう買っちゃっして俺はたあの青んですね。年を待ってみることにした。だが持ちマン待てと暮らせションですけどねとあの青年と会うことはなかった。前チャイムを鳴らしてみても出ないし、川端さん言ってましたねそういえば家の明かりも修繕深夜にならないとつかない。積立費なんか言ってましたねさん。はいなんすか？ようやく話せたのは家賃の支払い日から2週間を過ぎた早朝だった。彼は酔っ払っているようで派手な女性と一緒にいた。一応まあありがたいことにっていうか申し訳ないんだけど家賃を母親もあんまりこうお金のことに関して疎くていけないんですけど、今日2つほど今、マンションも、貸して、いるのかな？家賃収入みたいな形でこう、なんか生計立ててるみたいですけどね。はい。あれ、終わったかなこれ。あ、止まっちゃった。あれ、これ止まっちゃいましたね。ついに。ちょっともう計画ぶっつぶれですね。これリロードしたらアウトなんだろうな、きっと。こんな初めてですいません、なんか大丈夫かな、これ。これ多分リロードするとダメですよね。他のやつも、ダメだな、これ。いやー、まあ、本当になんかトラブル続きで、ダメですよね、これきっと。ちょっとギャンブルダメかな。ギャンブルですよね、もう。すいません、なんか、多分これダメですね、これ。YouTube 出ないよな。ほら。オフライン出ちゃった。不思議ですね。Google さんアウトですね、これ。てかね、Google がアウトなのか、こっちがアウトなのかな。こっちもアウトなんですよ。もうすいません。じゃあ動画の方も途中止まったから何のこっちゃねって家賃滞納のこととかもシステムも話せなかったですね。これもう検索も出ないので、あれですね。あとあれ、用意したのこれだけです。だっけ、あれ。長官太郎くんの動画ぐらいしかないです。めちゃくちゃインターネットがダメになると思わなかったっすね。はい。はい。一応まあちょっとまた家賃のことについてはさらっとどっかでやりたいなと思いますけど、今日本では特に言いたかったのがその高齢者のそうですね。
はい。もうそろそろ締めにしたいと思います。ごめんなさいね。高齢者の、家賃の滞納で、多分ですけど、高齢者の方って、生活水準をなかなか落とせない人もいるんですよ。多分、公団住宅って空いてきてるんですよね。市営住宅とか、雇用促進住宅とか、都内よりもちょっと離れたとこかもしれないですけどね。なかなか、やっぱ車がないと不便だっていうことで、ちょっと郊外の安い公団とか空いてきてるので、入れればいいなと思うんですけど、これがまた、なかなか生活水準を落とせないから、多分、でも結局家賃滞納になっちゃうと、もうね、入るところも限られてくるから、これからもっと中高年の方とかは問題になってくると思います。今ちょうどアメリカはインフレでね、ちょっとサラさんが一部地域では不動産バブルが崩壊したっていう話もありますけど、日本ではまだそういう不動産バブルまで崩壊してないですけど、家賃滞納の方はね、増えてきてるということ。多分生活保護にもつながってきてる人もいるんじゃないかなと思います。生活保護も多くなってくると思いますよね。はい。すいません。なんかこんな変な締めで。土曜日なんですけども、さっき、七種ゴンベイさんにもお話ししましたが、お金大全についてちょっと説明をして、これから定例化していくか何かを、考えていきたいな。ここでこうやって話してて。しかも、今日、ネットフリックスの決算とかいろいろ、これ聞こうかなと思ったけど、ちょっと時間なくてできなかったですね。また、長官太郎くんの方見てください。本当にすごいですね、彼は。こんな言い方あれですけど、どんどん、解説が上手くなってきたっていうか、思います。ただ、やっぱり残念なのが、今アメリカ全体でもう、世界的に個別株をなかなか決算で見れる時期って、ね、主張していけばいいんですけど、ね、今回のことで、そこ支えっていうか、ね、SP500 がまた3800、900、4000って言ってこれば、また注目はしてくるんですけど、今はなかなかね、個別株まで頭が回らない人も多いのかなって、株全体でも興味がない人もいますのでね。で、僕もそういう意味で、トレードのことだけじゃなくて、これお金全般のね、話をしていこうかなと思っています。はい。ということで今日ね、ちょっと早いですけど、終わりたいと思います。またね、土曜日からもね、初心者向けじゃないですけど、一緒にね、こういったもの、株トレもね、学んでいきたいなと思いますので、よかったら参加してください。僕もこれでどんどん参加できるようなね、感じに話したいと思いますんで、よろしくお願いします。いや、本当今日すいませんでした。こんなことになると思ってなかったんで、でもなんとかできてよかったなと思います。では、土曜日、23時にまたお会いしましょう。お疲れ様です。どうもありがとうございました。失礼いたします。